皆さんこんにちは。今回は内見動画の続き。スウェーデンでマイホーム購入に奮闘する20代夫婦に起きたオークションでの悲劇とミラクル。買った家のご紹介と家のお値段まで全部大公開です。家探しの3ヶ月間をぎゅっと1本の動画にまとめました。どうぞ最後までご覧ください。じゃあ早速ですが、前回の内見動画でお見せした地下1階地上2階建てのこちらのお家、内見から帰ってきてすぐ入札が始まったんですが、衝撃のオークションの結果がこちらです。 Bidding. Bidding war. Yeah, so we first bid 730, and now they came back with 750. They went up 20,000. They went up again. They went up all the way to 1.8 now. Okay. Nytt bud från budgivare 3. Somebody else just came in with 850. はいといった感じで、この撮影している短い間だけでもどんどん価格が上がり、結局次の日に200万クローナ、日本円で2600万円で落札されました。 So now, Let's keep looking, okay? let's keep looking. スウェーデンの家はオークション形式ということで、買いたくても買えるとは限りません。でも気持ちを入れ替えて次に行きましょう。あのオークションから1ヶ月以上が経ち、私たちはあるところへ向かいます。なんと今日はここで契約書を書きます。落札したんだよね。そうなんです。ちょうどこの数日前、うちで夜ご飯を食べていると、参加していた別のオークションについて何かビッグニュースが入ってきましたよ。A message from the realtor. Hello. Now the sellers have taken a decision. You are allowed to buy the house for $1,000,000. Brian, did you hear? Yeah? We're gonna get a house, Brian. We're gonna get a house. Yeah, are you ready to be a house dog? House dog? Gemma, the house dog. Oh my goodness. Ina, what's your initial reaction? What? I didn't believe this. 実はこのオークションで私たちにとって嬉しいミラクルが起こったんです。落札した価格やそのミラクルの内容、動画の後半でお話ししたいと思います。じゃあ3時にね、予約してあるので今から行ってきます。ということでやってきたのはこちら。これから住むことになるこのピテオという小さな港町には、国内有数の有名なビーチやキャンプ場、スパ施設があり、白夜を求めヨーロッパ各地から観光客が押し寄せます。北欧の小さな町に関する気になることなどあれば、ぜひコメント欄に書いていってくださいね。そして初めて来たこちらのオフィスで家を買う決断をするということで超緊張しています。ここで不動産の担当者と売り主、買い主の両方が揃い、契約書にサインをしました。ちなみに家の売り主に会ったのはこの日が初めて。家のことや住んでみた感想などいろいろ聞くことができました。1時間ぐらいで終わったね。It was so smooth and fast. Yeah, we got to come in and talk a bit early. そうだね。ちょっと早めに着いたから先に入っていろいろ聞いたりしてたけど、Tycker jag sådär. 追加したい。Come on. Is it open? Så ja. あれだよね。オフィスを出た後も家を契約できたことが信じられなくてそわそわしています。家を買うにあたってスウェーデンでは最も一般的な共同でのローンが組めなかった私たち。バジェット内でお家を買えるかどうかがとても心配だったんですが、無事に購入できたということで、今から買ったお家を発表したいと思います。ということで私たちが購入したのはこちらの白いお家でした。またオークションで起きたミラクルとは、落札するまでに奇跡的に何も起きなかったということ。つまり
購入した物件のオークションに参加したのは私たち一組のみでした。でもそのこともあってか、だいたい数日間で落札が決まるオークションも、私たちは結果を聞くまでに2週間もかかりました。なのでそれを待っている間は本当にいても立ってもいられない気持ちでした。もう片方のこちらの物件はオークションがかなり盛り上がり、早々に私たちの予算を超えていたので、買うのは絶対無理だったと思います。内見時にどれぐらいの人が興味を示しているかや人気があるかどうかは担当者に聞いたりはできるんですが、実際にオークションの行方は始まってみないとわからないんです。そして気になるお値段は170万クローナ、約2200万円でした。売り主が提示した価格が169万クローナで、競り合いもなく最初の入札額で買えたので本当にラッキーだったと思います。内見の前にネットで写真を見ていた頃から、扉で仕切られたこのキッチンの明るい感じや色や空間の使い方、家のどこを見ても個性があふれている感じなどとても気に入っていたんですが、内見で実際に見てみるともっと好きになり、内見から帰ってきてすぐオークションに入札をしていました。正式に家を購入することが決まったので、今日はこのサンドイッチケーキを買って帰ることにしました。おめでとうございます。お祝いのケーキだね。ケーキ、ご飯ケーキ。それはスマルゴストータ。今回はシーフードとお肉類の両方が乗っているこのスモールゴストルタをいただきたいと思います。それに、ルレオで作られているお酒、美味しい。バーでね、よく飲むやつです。めっちゃ美味しい。パン食べる。1段目ハムで2段目がツナだと思う。どう？家の売買契約を結んだ後にするあれをするために、私たちはある場所へ向かっています。どこに行っているんでしょうか。私たちが向かうのはノルデア銀行という北欧最大手の銀行。前回の動画でもご紹介した通り、家探しを始める段階ですでにローンの事前申請を行っているので、ここでは担当者と具体的な話を進めていきます。間に合ったね。ここで今からローンを組みます。Kan inte ni berätta lite? Vem är ni? Ska jag börja eller vill du köra? Jag kan börja. Jag kommer från Japan och vi har bott här nästan 5-4 år. 5 år. Och jag jobbar hemifrån. Jag gör en YouTube-kanal med mig själv och jag hjälper min kompis som är en stor YouTuber i Luleå. Okej. Det är ingen nära familj här uppe? Nej, Hur kommer det sig att ni hamnade i Luleå? Det är universitetet. Det är det. Så vi flyttade hit direkt från Japan. Okay. Och du har bott i Japan också? Ja, vi träffades i Japan. Duktig du på svenska på bara 5 år. Tack. Du har jobbat hårt med det, tänker jag. Eller så har du lätt för... Att ha svensk man kan vara lite enklare. Men då pratar ni svenska med varandra? Nej. 自己紹介をした後は、主にローンの金利をどうするかについて話をしました。スウェーデンで住宅ローンを組んでみた話や、マイホーム購入でのお金にまつわる話など、リクエストがあれば動画にしたいと思っています。We didn't sign anything. この場ではミーティングメモとこのギフトバッグをもらっただけで、紙の書類にサインはせず、話し合った内容の契約書が数日後に送られてきたので、そちらにデジタル署名をする形になりました。そしてローンの内容は銀行のアプリからいつでも見られるようになっています。銀行終わったね。すごい緊張しました。ローンを組んだのは6月に入ってからだったので、家の引き渡しの7月1日まで準備をしていきたいと思います。ということで来週は私たちも初めて見る空っぽのハウスツアーと
ブライアンとジェマに家を紹介した時の様子などをお見せできたらなと思っています。日本もまだまだ暑い日が続くと思いますが、皆さんどうぞご自愛ください。そしてたくさんの方にチャンネル登録やコメントをしていただき本当に嬉しい限りです。いつでもリクエストや感想、コメント欄にお待ちしております。それではぜひ来週もまた見に来てください。Hej då!